ちゃくちゃうまい。卵がすごいふわふわしてて甘くて美味しい。トロトロのは絶品で美味しいですよ。やっぱすごく美味しいですね。スープにとかあるんですか？あ、そうですね。始められたのはお父様なんですね。僕の祖父の代から始まってて、なんで今年で創業が64年か。僕の父が46歳で他界してしまって病気でね、でそのまま僕はその時19だったんで、そのままこう入るっていう風で、だから僕全然経験もなくて、料理のね。あ、そうなんですか。そうやるのも、父が書いて残してくれてたタレのノートが作ってるメニューのね、で母親がお父さんがこれ書いといてくれたよっていうのを僕にくれて、それ見ながらチャレンジしたんだけど、涙流さずに語れない壮絶なストーリーがこれからあったんですよ。こういう状態が起こるからね、おばあさんも。自分にお金使って昔の人ってやっぱりお玉一杯とかひしゃく一杯っていう風な書き方で、最後に自分がこう味見をして微調整をするっていうのが昔の人のやり方が多かったと思うんだけど、まさにうちの父もそういう書き方で、玉でも3種類4種類大きさがある中で、じゃあどれなのねっていうところからもうスタートだった。僕の始まりだったからね。だからもう当然味も全然最初は違っただろうし、お客さんからも北京飯の味がお父さんと違うよねっていう北京飯もやっぱり2年ぐらいかな、お父さんの味になったねって言っていただけるまで。だから実際今こう思ってみると、美味しくない北京飯を食べ続けてくれて、それをアドバイスをしてくれたお客様、父の残してくれたお客様がいて、でそれでやっと僕は味を再現することができて、父が一番残してくれたのはそのカレーのレシピもそうだったかもしれないけど、お客さんを残してくれたのが一番財産だったかなと思うんで、そういうお客さんいなかったら僕は絶対味を再現することもできなかったんで、そんな感じで今があります。
けが北京飯のタレになってて、このボウルの卵何グラムに対して北京飯のタレも何グラムっていう風で味の調整を今一定に保ってる。そうすることによって父が作った本じゃない正確に出来上がるみたいなね。あとは焼くだけの状態にしておく。お米も今1ヶ月で1トンぐらい消費があるので、一応農家さんと契約させてもらって北京飯が美味しく食べれるような形にしたかったんで、お米の農家さんから探させてもらって、その農家さんのお米の白米にするまでのつき方までちょっと細かいこと言わせてもらって、素材にこだわった北京飯メニューには北京飯から今究極の北京飯っていう風に名前だけ変えさせてもらって、米卵豚肉、全部僕なりにこだわらさせてもらいました。あと三河のエリアの食材を集めることによって、やっぱり三河に来たお客さんが三河の良さを知っていただくとかアピールできたらいいなって思いながらは今やってるんですね。北京飯の今衣を作ってて、北京飯豚肉の唐揚げが乗るんだけど、豚肉には味をつけなくて衣の方に味をつけちゃう。だから通常うちだと鶏肉の唐揚げがお肉の方に下味つけて小麦粉つけてあげるっていうのが多いと思うんだけど、北京飯は、お肉の味を感じてもらうのをおじいさんがそっちを優先したんじゃないかな。これはバンバンジーのタレです。バンバンジーのタレですね。
時間がかかっちゃう。麻婆豆腐の味噌なんだけど、アンジェラシの横に岡崎市があって、そこのお味噌。豚肉はよく炒めてから味付けした方がいいんだよね。こういう油の肉汁が透明になるまで炒めてあげる。そこから味付けした方の方が豚臭くないっていうかな。豆腐を入れて煮込む。で煮込んで片栗粉で固める。また別でラー油とか山椒をまた最後に足すんだけどね。1日分はもうこうやって作っちゃう。注文があってから1個ずつはちょっと時間かかっちゃうんで。
今スープ味付けしてってあるんで、卵と塩とうまみ調味料、醤油、片栗粉。どのぐらいのお客さんが最高で来店されたんですか？ 500人近く1日はできれるんじゃないかな。平日でも北京飯だけで1日400杯ぐらい出てくるんで、テイクアウトも入れてたけど、来店だけでも300ちょっとはきっと今、あるんじゃないかな。北京飯は注文から提供までどのぐらいの時間かかるんですか？ランチタイムはもう1人が唐揚げをずっと常時揚げてる状態で、僕は常時焼く状態なんで、できれば座ったら5分以内にランチメニューを提供できるように、なんでスタッフにも待ってる状態の時からも今注文を伺ってきてもらって、次に入るっていう時にもう中は準備し始めちゃう。なので座ったらもうなるべく早くに提供をしていけると。
やれー、はいどうぞ。はいよー。セットランチ2です。おばあちゃん北京飯セットです。はいよー。はいどうぞ。こちらでーす。やれー。やばい。はい、お疲れ様でーす。はいどー。お待たせしました。やれー。やばい。つけ麺セット2つでかしこまりました。やれー。やばい。はい。お待ち帰り12時。やれー。お待たせしました。ドリア麺のセットです。はい、お待たせしました。お待たせしました。ランチです。で、餃子入れたらベッキー飯ちょうだい。大盛り。失礼します。好きな大盛りです。今スープも出しますね。お待たせしました。やれー。そのまま入ってくる。
失礼します。フリーランチですね。こちらサインお願いしてます。私は卵のバージョンはい。生のですね。玉デラックスいきます。はいよ。お待たせしました。お客様がのデラックスになります。失礼します。お待たせしました。お待たせしました。2つ目ですね。こっちボトルでよろしかったですか。皆さん。皆さん。はい、どうぞ。じゃあ、店餃子全部入ってる。やでー。電信販しはいよ。いやでー。はいよー。今のところはでも過去に1回隣にラーメンがあってラーメンと当たってラーメンこぼれちゃったっていうのは過去に1回ある。やでー。
もう一つベトナムです。あと2つもすぐ来ますね。お待たせしました。めっちゃうまい。とろとろ、めちゃくちゃうまい。初めて来ました。今日は何を頼まれたんですか？今日は Z ランチで名物の北京飯とザル中華っていうのを行きました。どうですか、お味の方？甘くてトロトロしててすごい美味しいです。ありがとうございます。一番のお土産のセットです。ありがとうございました。ありがとうございます。担々麺お願いします。いいよ。いいよ。お土産いらっしゃいました。担々麺お願いします。来られるんですか？いや今日は初めて職場が近所でたまたま前通ったら車がえらい混んでたんで入ったっていう感じ。お味の方どうめっですか？ちゃうまいですねもうトロトロのはこれが絶品で熱いんでつけ麺にしたんですけど、これもほんまに私が栄養に効いててめっちゃ美味しいですよはいよ。今の餃子とつけ麺合わせます。良さって何かありますか？安心安定の味ですね。味の感想とかいただいてもいいですか？ちなみに何を頼まれたの？これは Z ランチ、日替わりランチで、今日はざるつけ麺と北京飯。美味しいです。はいよ。
け麺。よく来るんですか？そうですね。おすすめのメニューとかありますか？やっぱ北京飯すごく美味しいですね。はいよー。次はい行きます。よく来られるんですか？私は1回だけ過去に来たことがあります。私は初めて。お味の方どうですか？美味しいです。なんか他と違うところというか。卵がすごいふわふわしてて甘くて美味しいです。やでー。はい、ありがとうございます。はいよー。お疲れ様です。ありがとうございます。やでー。はいよー。次はね、ピクニックになりますね。両替ちょっと待ってください。珍しいというか初めて食べるように美味しいです。餃子の感想いただきます。すごく柔らかくて美味しいです。
よっ。はいよ。弱めてこっちから取るってこと。じゃあ大盛りいきますはい。大盛りですね。い。